どうも皆さん、カイトです。ウィッチェをご存知でしょうか。こちらは2016年5月5日に Steam、2021年6月3日に Nintendo Switch でリリースされました。早速ラストまでクリアしたんですが、サクッとプレイできるメトロイドバニアでしたね。定価880円という低価格のためか、セール中では500円台まで確実に落としてくるのがこのゲーム。個人的には気軽に楽しめたので、ウィッチェについて色々とコンパクトに紹介させていただきます。では早速やっていきましょう。まずウィッチェって何ぞやって方に簡単に説明すると、アニメーションタッチの 2D で描かれる中世っぽい雰囲気のメトロイドバニアで、お使いに出た娘を探しに母親が村に出向くと、伝染病で倒れた人々と不殺な姿の魔物たちで溢れ返っていたというお話。言葉や文字という表現ではなくて、全て絵で伝えてくるのも特徴ですね。合わせてレベルやバフ強化というのもなく、回復アイテムだけというシビアな突破を要求されます。最初から主人公が強いのが面白かったですね。ざっくばらんに説明するとこんな感じ。そしてどのあたりが面白いかを掘り下げていくと、2時間でクリアできるサクッと具合なんですよね。これが一番のポイント。スイッチでゲーム漁ってる方は見たことあって気になってる方いると思うんですけど、価格に合ったボリュームですね。メトロイドバニアとは銘打ってますが、マップとかはなくて探索する場所も決まっている珍しいスタイル。最初から主人公の魔女は2段ジャンプ、ほうきによる飛行、魔弾と全てを兼ね揃えているんで、初期からブーストをかかった戦闘をクリアまでできるという感じです。少し癖のある動きがちらほらあるんですけど、慣れてくると一気に進めましたね。ステージに重きを置いていると感じ取られたので、それに反するかのようにボス自体は結構なあっさりめな印象ですが、フォルムだけはかなり惹かれました。以上を踏まえてもなかなか面白かったですね。あとは少し気になる点は2つだけ。ステージの高難易度とリトライ性能が鬼畜。まずステージなんですけど、全3チャプターという構成で数は少なくて、毒沼落下での速ですがマジでやばかったですね。マップの先が全く見えないので、思い切って飛んだ瞬間に足はなく速ですが頻繁に発生したのがメンタル持ってかれました。リトライが3回しかできないのは別にいいんですけど、この3回目のバラが散った瞬間にチャプターの最初に戻されるという仕様はマジでどうにかしてほしかったですね。途中セーブとかもないので、ひたすら体力を気にしながら突き進む。やっとの思いでボスについて一安心と思いきや、ですってチャプターのスタートに地点に戻されるのは厄介でした。一応マルチエンドなのですが、そこまでプレイする元気はなかったですね。最後にまとめになるんですが、魔女裁判のような中世の雰囲気が好きな方はぜひ味わってほしいのがウィッチェ。サクッとメトロイドバニアを味わいたい方はプレイしても損はないです。よかったら皆さんも安くなった時にプレイしてみてください。きっと途中でやめてしまってもまたリトライして挑戦していますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームをクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。